はい、どうもこんにちは、ゆうきです。今日もね、楽しいエフェクターを紹介していきたいと思います。今日紹介するのはこちら、じゃじゃん。ボスのですね、フェンダーアンプをですね、シミュレートしたレジェンドシリーズから今回はこちら FBM1 です。これはね、フェンダーアンプの言わずと知れた名機、ベースマンですね。ベースマンをモデリングしたエフェクターです。アンプをモデリングしたエフェクターということでね、プリアンプ的に使えたりしますのでね、ぜひね、最後までご覧いただければとても嬉しいです。はい。ということでですね、前回はですね、こちら FDR1 デラックスリバーブのモデリングですね。こういうのを紹介させていただきました。まだね、見てないよって方はぜひね、この動画の後にね、ぜひチェックしてみていただければとっても嬉しいです。もう少し以前にですね、こういうものも紹介しました。FRV1。このね、スプリングリバーブのね、モデリングもとっても良かったんでね、これもぜひまたご覧いただければとても嬉しいです。これもね、中古市場で非常に人気のペダルだと思いますので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで、今回はこちらですね。59年のフェンダーベースマンですね。ベースマンといったら小口径のちょっと小さいスピーカーがですね4つついたコンボアンプになります。もともとはですねベースマンという通りですねベースアンプとして作られたんですけど、その音がですね、ギタリストに非常に受けたということでギターアンプとしてのね地位を確立した非常に有名なアンプですね。この見てください、表面、このベースマンのですねツイード風の表面の塗装ですね。実際ツイードとか布の感じになってるんですけど、生塗装でそれっぽくします。ミドル、ベース、トレブル、プレゼンスがね設定できて、レベルとゲインもここで設定できます。なので結構歪ませることも可能です。でこれが面白いなと思ったのが、ベースマンっていうのはねインプットが2つあるんですよ。ノーマルのインプットと、あとはこのブライトインがあります。これはね非常にね、さすがフェンダーの名前を使って発表した製品だけあって、非常にねここの辺も作りもこだわってるなと思いました。ということでね、実際どんな音がするのかっていうのを見ていきたいと思います。ということで行ってみましょう。はい、ということでですね、ボスのですね FBM1 フェンダーベースマンのですね音を聞いていきたいと思います。ギターはギブソンの ES335 からですね、フェンダーベースマンボスの FBM1 ですねにつながって、そこからですねコッホの真空管プリアンプペダルトーンというものに行きまして、でそこからライン出力して収録しております。バイパスはこんな感じです。鳴らしていきたいと思います。ポチッと。ではまず全部12時の音です。すごいですね。歪みましたね。暖かくてですね、ちょっとずぶとい音な気がします。フェンダーの59ベースマンをですね、忠実にモデリングした、レジェンドシリーズの一つなのですが、このコンパクトなペダルでですね、アンプのサウンドが手軽に手に入るっていうのがね、最大の魅力です。オリジナルのアンプ同様にですね、コントロールつまみがですね、ありまして、これプレゼンスと、で、下がミドルですね。で、ベース、トレブル、ゲインとレベルがあります。なのでですね、もうこれでですね、歪みペダルとして使えるっていうのと、フェンダーベースマンの EQ をいじれるということで、この一つのエフェクターでね、フェンダーベースマンのね、アンプの音が作れるという非常に面白いエフェクターだと思います。もう一回流してみると、非常にですね、アンプらしいですね。優しく弾いたらクリーンで、ちょっと強く弾いたら、アンプが、ちょっとギリギリ歪むぐらいのいい感じの音っていうのがね、非常に再現されているかなと思います。僕自身ね、フェンダーベースマンっていうと聞いたことはないんですけど、非常にこれいい音だと思います。温かい歪み感がいいですね。これを触っていきたいと思います。じゃまずはですね、じゃこっちからいきましょうか。一番上がプレゼンスですね。これ上げていくと超広域が上がっていきます。これプレゼンスがついているというのがね、アンプらしいですよね。プレゼンスは音作りで非常に重要です。これ回すとこれで超広域があります。で下げていくと広域のですね、キラッとしたところが削ると一気になくなりましたね。歪みペダルの中でも EQ だったりトーンで調整できるものとかあるんですけど、この一番高いところですね、こうプレゼンスを、ハイはそんなに上げたくないけど、プレゼンスを上げたいっていう時もあるんですけど、そういう時はね、こういうのがペダル内でプレゼンスがついてるのが非常にいいですね。でミドルです。これが結構太いふくよかになった音ですね。でこれカットするとミドルがカットされます。それじゃあ12時ぐらいに戻しておきましょうか。そして、ベースですね。これも上げるとはい、
ローが上がりますね。下げるとちょっと重心が上がった軽い音になります。そしてトレブルですね。これ上げるとハイが上がった元気な音になります。下げるとちょっとハイの下がったですね、モコモコした音になります。EQ がですね、いい感じに使えるのがいいですね。そしてですね、こちら、下がレベルですね。下のつまみがレベルです。これを上げ下げすると、ボリュームが変化します。そして、この上がゲインですね。これ上げていくと、こんなに歪みます。で、下げると、全部下げると音はなくなるんですが、これちょっとだけついた状態で、ボリュームを上げましょうか。ゲインを下げるとボリュームも下がっちゃうんで、ゲインを下げた分ボリュームを上げてみたいと思います。さっきは結構歪んでましたけど、ゲインを下げてあげることで、こうやってクリーンの音が出れます。太くて透明感のある、非常に綺麗なクリーントーンかと思います。非常にいいですよね。こんな感じのですね、本当にシンプルな作りですね。EQ があって、歪みがあって、ボリュームが調整できる。ただそれだけです。ただですね、フェンダーのベースマンの音をモデリングしたというところですね、非常に音が気持ちいいと思います。歪みも太くてね、温かい感じのサウンドでね、非常に気持ちいいですね。じゃあここでですね、先ほどもお伝えしましたが、フェンダーベースマンのですね、インプット、普通のインプットとブライトインがあります。そのブライトインの端子がですね、こちら、ここに用意されているので、こちらを使ってみましょう。おそらくね、ハイが強調された、ブライトなサウンドになるんじゃないかなと思います。では、変えてみましょう。ブライトインに挿しました。音がどんな感じになるのかっていうのを試してみたいと思います。全部12時に戻してですね、音を鳴らしていきたいと思います。バイパスはこんな感じです。ブライトインにインした状態で、全部つまみが12時で鳴らします。いかがでしょうか。ハイが強調されてですね、元気なブライトなサウンドかと思います。非常にね、好印象で僕はこっちの方が好きかもしれないです。はい、こんな感じでゲインを上げてみたいと思います。はい、これもさっきと同様ですね、ゲインが上がったり下がったりします。さっきと同様、ゲインを下げた分ですね、ボリュームを上げてあげて、こんな感じで歪まないクリーンも作ることができます。はい。どうでしょう？めっちゃ音いいですよね。僕ね、結構この歪みは好きです。好きですし、なんか普通に扱いやすい歪みだなと思いました。でね、音作りもですね、3つのイコライザーと合わせてですね、プレゼンスがついているところもですね、非常に使いやすいのかなと思いました。でやっぱりね、このフェンダーベースマンをモデリングしてるってこともありまして、非常にね、これもピッキングの歪みの追従性が非常に良いです。優しく弾いたらちゃんと優しいクリーンの音になってくれるし、ガンと弾くとですね、しっかり歪んでくれると。この辺がね、非常にアンプっぽい気持ちいいところではあります。ということでですね、非常にね、いい音でですね、アンプライクな気持ちいいサウンドが得られますのでね、ぜひね、興味ある方は使ってみてください。これ中古でしか手に入らないんですけど、ボスのレジェンドシリーズの中ではね、このベースマンが一番、中古市場でもよく見かけるので、興味ある方はぜひ、使ってみてください。とってもいいエフェクターだと思いました。歪みペダルとしても、十分使えるエフェクターだと思いますので、ぜひね、試してみてください。いかがだったでしょうか。いいですよね。なんですかね、エフェクターモードに組み込むんだったら、プリアンプ的に使うのか、もしくは、クランチの歪みペダルとして使うのか、もしくはイコライザーとして使うのか、みたいなね、どう使おうかって、ちょっと悩んじゃうような仕様ですけど、非常に尖った面白い商品かなと思いました。実際に僕はそのフェンダーのそのベースマンを使用してないんで、所有してないんで、その音の違いだったり、
どこまで忠実な音なのかっていうところまではねわからないんですけど、非常にねいい音でしたし、このコンセプト自体がやっぱすごく面白いなと思いました。こうやってねボスがねこういう尖った商品をねまた出してくれるのをね、期待してですね今後のボスにね注目していきたいと思います。という感じでね、過去3回にわたりですね、ボスとフェンダーのコラボのコンパクトペダルですね、このレジェンドシリーズを見てきました。これね、非常にね、全部三者三様でですね、非常に面白いコンセプトで、このね、フェンダーの名アンプたちをですね、モデリング、再現しているペダルなんですけど、非常に面白いですよね。なんかこういう尖った製品がね、まだどんどん出てくるのがね、楽しみですね。この動画ではね、こんな感じで、ボスのコンパクトエフェクターの話や、ボス以外のエフェクターの話、そしてギターの話や、バンドマンのエフェクターボードの話をですね、毎週配信してますので、ぜひね、この機会にまたチャンネル登録をしていただいて、また次の動画でお会いできればなと思います。ということで、本日もありがとうございました。ゆうきでした。じゃあね、バイバイ。また会いましょう。